それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、別れたあの人、今何を思っている？復縁できますか？ということで、別れたあの人と復縁できるかどうか、今回はエンジェルアンサーカードを使ってはっきりと答えを出していこうと思います。よろしくお願いします。まずは、別れたあの人、お相手の現在の現状っていうのをこちらのカードから出しているので見ていきます。お別れした時どう思ったのか、また今現在心残りはあるのか、または違う方向を向いていらっしゃるのか、お相手がどう感じているのかっていうのを見ています。まずはジプシーカードから、こちらヤングウーマンという若い女性を表すカードです。そしてこちらのカード、これは他人の家に入っていくっていうようなカードで、こちらは変わらぬものっていうことを表すカードです。不動とか、動かないものとか永遠とか変わらないっていうことですね。そしてシャドウキャットのカードは本音を見抜く、あとは誓い合うっていうカードも出てるんです。あとは迷子、これはもう迷路から抜け出しましたっていうことを表してるんですね。なので混乱状態にいたところから現在抜け出しているっていうようなことがこのお相手の現状で伺えます。ただし葛藤はものすごくあったし、お別れした時っていうのはあなたと誓い合っているっていうのが出てきているので、将来を約束したような、そんな信頼し合った、本当に愛し合った存在だったんだって、関係性だったんだっていうことは出てきているんです。だからここに対しても後悔っていうのは、心残りっていうのは残っていますし、あとお別れする前なんですが、あなたとあと何か他に気がかりなことがあったんじゃないかって、あなたの愛を受けながらもそこで自分で答えきれなかったのか、またはその他にね気になるようなことがあったんじゃないかなっていうことをあなたは見抜いていたんじゃないかなっていう風なのをこの6枚から感じたんです。ただそのお相手がやはりここですね、あなたと誓い合ったその日々とか思いっていうのは真剣だったんだっていうことは残ってはいるんですね。そしてあなたに対しても変わらないものって、誓い合っていたもの、思いっていうのはあったんですよね。そして後悔もあります。どうしてあの時全て話しきれなかったんだろうとか、答えきれなかったんだろうとか、そういう思いが伝わってきます。何か将来のことや真実の愛について語り合ったり誓い合ったりしたような仲だったんじゃないかなっていうのを感じました。別れたあの人、今あなたのことをとても大切に思いながら遠くからあなたのことを見ているように感じます。あの人はかつて生涯を共に歩んでいけるパートナーとしてあなたのことを本気で愛していました。二人で誓い合った将来や真実の愛、そのすべてが永遠だと信じていたようです。しかし別れた当時は迷いや不安の中にいて、あなたとの関係ではなく自分自身のことや将来についても深く悩んでいました。あなたはその迷いの中にいるあの人の本音を見抜いていたのでしょう。あの人自身もあなたに確信をつかれたように感じていたようです。そしてあの時自分の本音を正直に伝えていればと今も後悔しています。しかし現在あの人は少しずつ迷いを振り払い、自分自身の中で新しい決断を下したようです。その決断はあなたとこれからどう向き合っていくかを考えた結果でもあります。ただその一歩を踏み出す勇気がまだ足りていないのです。今はあなたに連絡を取るタイミングを伺いながら静かにあなたの様子を見ています。もし再び心がつながる時が来るなら、それはお互いが本当の気持ちで向き合える瞬間かもしれないとお相手は感じているようです。一時的な迷いからお別れになってしまった、そんなようにお相手は感じていらっしゃること、そしてたくさん後悔したし迷った。だけれども今現在はその迷いを抜けてあなたときちんと向き合うべきだというふうにお相手の方が感じていらっしゃるっていうことですね。そして復縁っていうことに対してあなたがもし望むのであればっていうことなんですが、その時はお相手のこういうことが良くなかったんだとか、
逆に私のこういうところが良くなかったんだというふうに過去にとらわれすぎず、そして怒りや悲しみの気持ちっていうのはもちろんご縁が近かった分強く残っていらっしゃると思うんですが、それも全て受け止めて、そしてお二人の新しい未来としてどう築いていきたい、どうまた結ばれていきたいのかっていうところに目を向けていただけたらなと思います。ではここからエンジェルアンサーカードを使ってお相手と復縁できるかどうかっていうことに対しての答えをもらっていきます。でこれは近未来の答えとしてお受け取りください。もちろん中にはノーっていうカードも入っていますので、そのカードが出る時もあります。中には辛口な結果になる可能性もあります。まずはあの人と復縁、近未来叶いますかということに対しての答えをもらっていきます。はい、見ていきましょう。はい、トラスト、あなたが信じるのならという答えが出ました。あなたがもし信じるのなら良い流れがやってくるでしょう。信じましょう。信じる力が未来を大きく変えていきます。ではここね、ルノルマンカードとタロットを使っていきながらカードを展開していきます。ではこちらのカードで見ていきます。今回それぞれ9枚出しているんですが、説明をしていきます。こちらが今この動画を見たタイミングから1ヶ月以内、2ヶ月以内、3ヶ月以内ということで1ヶ月おきに出しています。このお相手の動き、考えなどを出しています。お相手の流れですね、変化を見ています。今現在から1ヶ月以内っていうところなんですが、ここを見ていきましょう。お相手の考えていること、こちらが上の段っていうのがお相手が頭でどういうことを考えてどうしようかなって思っているかっていうことと、こちらが実際にじゃあ真ん中の段が行動に移していくのか、どんな行動を言動するのかっていうところを出しています。そしてこの下のカードっていうのがそのお相手が考えて行動したことによってどういう流れになっていくのかなっていう1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後の流れです。でまず今現在お相手が考えていることを見ていきましょう。無知のカードとワンドの7番のカードが入っているので、まずこのお相手、まずこの今現段階っていうのは何かこう伝えたいことがあるけれども、自分の言動っていうところ、または抑えきれない衝動っていうのがちょっと出てきているかなというのは思うんですね。今何かを決断してあなたと向き合いたいっていう思いは芽生えてはいるんですが、素直になれない時っていうのがあります。少しその自分の感情に対してうまくコントロールできていないんだろうなっていうのを感じるんですね。もし今ここね、あなたとお話しするとなった時にここきつい態度をとってしまったりとか、それは不本意なんですよね。思っていることとしてはここなんですよ。ワンドのエースと太陽のカードなので、復縁っていうところに向けて成功ですよね。ご自身の明るい言動、行動として掴み取っていきたいものがあるのに、それに対して相反して裏腹な態度をとってしまったり、考え方っていうところでちぐはぐ感が見えるんですね。本当はあなたと向き合って話したいとか、抱き寄せたいとか、掴み取っていきたい、自分から動いていきたいんだっていうね、始まり、情熱の始まりを表すワンドのエースです。すべてここから始まって明るい行動、言動を起こしていきたいんだけれども、何かこう自分の中で引っかかることがあるとか、まだ素直になれないとかですね、ちょっときつい態度をとってしまったりとか、
本当にこうキラキラして明るく温かく包み込みたいって、そう行動したいのに思考がまだそこに追いついていない。だから行動としては少しちぐはぐな感じっていうのがするんですね。まだこう不器用な感じなんですよね。器用に思った通りに伝えられないとか、本当はあなたを諦めたくないんだっていう気持ちがあるんだけど、それをはっきりと行動には起こしてくるかなとは思うんですが、ちょっと言い方が誤解されがちな言い方をしたりとかする可能性はあります。なのでそのお相手の言動とかお気持ちを汲み取っていくような姿勢を見せると、このお相手が安心するのかなと思います。多分最初は不安だから様子を伺ったりとか、少し遠回しに言ってみたりとか、あなたとしてははっきり言ってくれたらいいのにとか、またね逆にはっきり言い過ぎて何その言い方っていう風に思うような感じで出てきそうなんですよね。ただこの人はあなたと向き合って話をしたいとか、そうここ太陽っていうのは成功とか豊かさを表しているので、そこに向かってやっていきたいんだけど、どうも自分の思った通りに行動がうまく素直に言い表せないんだよなとかね、本当はそう思ってるんだけどついつい反射で違うんだよねとかって違う言い方をしてしまったりとかして後悔してしまうような感じがします。1ヶ月以内なので、動きはありますかって言ったらあるんです。連絡が来たりだとか、お相手の方から何かしらのアクションは来そうなんですが、ここでもし何その態度とか何その言い方とかっていうことを思ったとしても、ここ今ね柔らかくクッションして受け止めてあげてくださいっていう風に入っています。いずれそのお相手の言動っていうのは遠回しだったとしてもあなたに伝わっていくでしょうって。だって2人は誓い合ったご縁のある仲だから、何かこのお相手の不器用なところっていうのもあなたは見抜く力を持っていますよね。このお相手のことをちょっと見ただけで何を考えているのかとか、本当はどう思ってるんだろうっていうのを察知する力とか、お相手を理解してあげる優しさを持っているので、その優しさを持っていれば、なんか過去にこだわってあの時こうだったじゃない、ああだったじゃないっていう風にこだわらなければ、そのお相手のことを許し、そしてお相手の多分ね過ちがあったと思うんですよね。そのことを許し、お相手が今こうやって行動に起こしてくれたこと、たとえ不器用なやり方であったとしても、それをあなたは優しく受け止めることができるよっていうのが流れとして入っています。まず落ち着いた空間、安らかな場所、そしてあなたが輝いている星のような希望の存在であるということ、そして太陽も出てきているので、お相手がやはりあなたの近くに行きたいっていうことを、その言葉とか言動とか一旦置いておいて、多分不器用に伝えてくると思うので、何それって思うことがあると思うんですが、これ一回置いといて、でもこうやって動いてきてくれて、そして伝わると思うんです、このお相手のお気持ちとかっていうのが。なのであなたの中でほっと一安心するというか、まずお相手とつながり合えた、連絡取り合えるとか、またこうやってお相手の方から歩み寄ってくれた、近くに来てくれたっていうことで、まずは一安心できるような1ヶ月の流れなんじゃないかなとは思うんです。ただじゃあこの1ヶ月目で復縁できるのかどうかって言ったら、それはやはりここのあなた次第によって変わってきますよっていうことなんですね。何それみたいなことを言われて、もうじゃあいいですとかってなってしまった場合は、少しねその復縁に向かってご縁が遠くなっていく可能性もあるし、または逆に近くしていく可能性も十分にあるので、1ヶ月目はまずはっていうところでほっと安心できるような流れになっていくのかなって。ずっと疎遠になってしまうというよりは、また再びご縁が近づいてくるようなきっかけが生まれてくるんじゃないかなと思うんですね。そしてなぜこの1ヶ月目でこの復縁っていうのが断言できないのかって言ったら、ここ最後にマウスのカードが出てるからなんですね。なのでやはりこのトラストも示している通り、信じる信じないとか心の負担などによって復縁が近くなるか遠くなるかっていうのが関わってくるかなと思います。ただしこの1番さんは1ヶ月以内に復縁する可能性が近いんじゃないかなと思うんですね。確かに抑えるべきポイントはあるんですが、2人の距離がぐっと縮まってくるような
そんな気がします。どんなことを、例えば何それって思うような言動をされたとしても、大丈夫だよっていうような姿勢を見せると、お相手もほっと安心できるんじゃないかなと思います。では2ヶ月目以降を見ていきましょう。選択を表す道のカードが出ていますし、お相手もソードの6番が出てるので、ご自身にとってやっぱり新しい世界とか新しい方法、やり方とね、あなたと調和する道を選んでいかれると思います。ここで選択分岐点っていうことで、復縁するかしないかってことではっきりとお相手の中で意識されると思いますし、またそのように動いてこられると思うんですね。見てください。ハートのカードが入っています。お相手があなたがやっぱり好きだ、復縁したいっていうようなことをはっきりと申し出てくるのではないかなと思うんですね。手紙のカードも入っています。お相手の方から連絡が来て、元気っていう一言かもしれない。もうすでにここで近づいているので、この2ヶ月目では何気なく連絡し合えるようなところまで近づいているかもしれないですね。そこではっきりとお相手が復縁したいんだとか、あなたのことが忘れられなくてとか、また新しい未来へ向けてやっていこうって決めたんだっていう、何か決めたっていう一言をお相手の方から言葉として言動として聞かされるんじゃないかなと思うんです。確かにここにペンタクルの5番が出てるので、現状の厳しさっていうのは見えてるところはあるんですね。復縁するためにはっていうところでまだ引っかかってるところがあったりとか、お相手の中でですね、行動としてまだまだ見えてこないようなところもあるかもしれない。なんかちょっと不器用な感じがするんです、このお相手が。なんですが、このお相手を信じてもいいのではないかっていう確信に至るようなことがあなたのところで感じられるんじゃないかなと思うんですね。抱きしめてあげたくなってしまうような、愛おしいって、なんかね、この不器用さすらも愛おしくて、例えばね、2人で復縁の道を選んだとしても、それはたやすいことではないかもしれないと、厳しい現実が待っているかもしれないけど、だけれども2人で抱き合って温め合いながらしのいでいきたいんだっていう、そんなね、お相手の行動とともにあなたのお気持ちもそれに寄り添っていきたいって思えるんじゃないかなと思いました。お相手の方からメール、連絡、通知がやってくること、そしてここね、大きく切り替わるんだっていうデスのカードですね。新しい始まりを告げています。お相手がそれを選択するからです。自分の愛に従って新しい選択をし、動いていくでしょう。まだね、この不器用さっていうのはずっと続いています。なのでこのお相手はもともと伝えるのが下手とか、例えば返信なかなかしない人とか、連絡まめじゃない方なのかもしれないし、この思ったのと裏腹なことをしてしまうような天の弱なタイプかもしれないんだけど、それを全て包み込んで理解してあげられるのがあなたなんですよね。なので例えばお相手が不器用に発言してしまったとしても、あなたは多分理解し、そういうふうに思ってくれてるんだって、確かに言い方きついとか何って思うかもしれないけど、やっぱりいつものお相手だわっていうふうに思えるようなことなんじゃないかなと思いました。そしてじゃあ3ヶ月以降っていうことで見ていきます。ここ、ブックのカードとワンドの6番、これは勝利を表しているカードなので、復縁っていうことで2人がもうここでね、もう確約されているような感じがします。ペンタクル、エースやジャスティスのカードも入ってるんですね。ただし押さえておきたいポイントは入っています。復縁に向かってお互いが真実の愛を確認し合って、関係性は進んでいかれると思います。新しい始まりを示す子供のカードも入っているので、次々と新しい関係性や新しい出来事が訪れると思います。それはいいこともそうでないこともです。時にはこれ秘密を表すので、秘密にしなければいけない。復縁はしたんだけれども、今の状況的にまだその公にはできないような秘密の恋愛かもしれないし、まだこれは言わないでおこう、あまり周りの人に言いふらさないでおこうっていう、話を広めないでおこうっていう風な感じでなるかもしれないし、または誰かにそっと打ち明けたことによって周りの人に認めてもらえるっていうような
ワンドの6番もあるので、そのどちらかで葛藤を感じるかもしれない。特にお相手の今流れで見てるので、お相手がそのように感じるかもしれないと。あなたと復縁したんだけれども、それを周りの人に認めてもらうために話すべきか否かとか、秘密にしておくべきか、2人だけの間で今はまだひっそりと愛を育むべきかっていうことで考えるかもしれないですね。ただ復縁できたことっていうのはすごく喜ばしいことだと、そういうふうにお相手の中で意識されています。そして言動としても、やはりこの受け取るよって、新しい始まりを受け取るんだよって、幸せが拡大していくんだっていうことで、お相手もすごく喜びに包まれています。新しい感覚に包まれて、あなたにとって嬉しいことをですね、言葉をかけてくれる、抱き寄せてくれるとか、あなたを包み込んでくれるなど、会う時間を増やしてくれるなど、その今までにはなかった新しい場所へ出かけてみよう、デートしてみようとか、そういう嬉しい言動を次々と起こしてくれると思います。そしてこちらなんですね、最終的なこの3ヶ月後の流れを見ていくと、ジャスティスとマウスのカードが2つ入ってきているので、ここで気になるのが、やはりこのさっき言っていた葛藤に対してどうかなっていうことなんですね。どう筋を立てていくのかっていうところが要するに入ってくるのかなと思うんです。もちろん復縁っていうことだったので、過去に対して痛みをまだ感じていて、なかなか抜けない、忘れられない悲しい思いとか思い出とかっていうのもお互い残っているし、また同じようなことを繰り返したくない。そしてやはり周囲のことですね。この恋を秘密にするのか、周りに認めてもらうのかっていうことで、ここで周りとのバランス、そして決断、どの道を取っていくのかっていうことで、お相手の中で考えていく。それはもちろんあなたも含めて2人で一緒に考えていく。この痛みを2人で分かち合いながら2人の道を通していこうかって、そういう流れになると思います。なので順風満帆ではないかもしれないけど、ここにこのハートが真ん中に出てきてくれてるっていうことがすごく素晴らしいことで、お相手にとってやはりあなたは誓い合う存在であるということ、そして迷いを抜けて不器用ながらにも愛を伝えていって、そしてやはりね、周囲からそうじゃないんじゃないかって言われるようなことも起きるかもしれないけど、やはり自分たちは掴み取っていきたいものがあるっていうことが強く出てきています。あとはあなたが信じるのであれば、道は開かれていきますし、復縁に向かっても道のりは近くもなるし遠くもなるというような答えが出てきています。はい、ですのでお相手もしくは自分自身を信じて、あなた自身が今復縁に向かってお気持ちが進んでいるのであれば、その気持ちに進んで動かれてみていかれるといいのではないかと思いました。ではこちらのオラクルカードからラッキーカラーとラッキーナンバーもらっていきましょう。ラッキーカラーはレッドパープル、赤紫です。活発でいて慎重でもある。そしてラッキーナンバーは12番です。ご自身のことをいたわり大切にしてください。まずはあなた自身です。そしてこちらのカードです。こちらは真実を見る、真実を知るとか、信じることは見ること、聞くことではない、あなたの目に入ってきたものが周りの情報ではなく、誰かの噂話ではなく、お相手を目の前にして、お相手の言動表情を見て、お相手の口から直接発せられた言葉を聞いて、それが全て真実ですよということ。そしてこのカードはひばりを表すカードです。こちらもゆっくりと説明していきます。そしてお選びいただいたこちらのカードからもメッセージをもらっていきます。ご自身の癒しへ今踏み込んでいく時がやってきていますということです。あなたが別れた恋人と再び結ばれるためには、まずあなた自身の心を癒す旅を進めていくことが必要になってくるでしょう。過去の痛みや苦しみはまるで心に深い傷跡を残したように感じられるかもしれません。でもその傷があったからこそ、あなたは今かつての自分よりも強く深く美しい存在になっているんです。愛とはただ夢のような瞬間を共有するだけではなくて、失うことから学び、そして成長していく過程でもあります。成長ですね。あなたの心はたとえ壊れたように思えたとしても、実は再び輝きを取り戻す準備が整いつつあります。
その新しい輝きはかつての恋人にもはっきりと届くはずです。まずは自分自身を優しく抱きしめ、これまで乗り越えてきたすべてを称えてください。よくやったね自分っていうふうに。そして自分の心が何を必要としているのかを問いかけてみてください。その答えが小さな一歩を踏み出すための道しるべとなります。未来はあなたが作り出していくもの。復縁はただの偶然ではなく、あなたの成長と変化によって引き寄せられる奇跡なのです。優しさ、思いやり、そして忍耐というあなたの新しい魅力がお相手に再び手を差し伸べる準備をさせてくれるでしょう。時が来ればお相手もまたあなたの変化に心を動かされるでしょう。その時こそ再会の瞬間が訪れます。その出会いはまるで新しい恋が始まるかのように純粋で美しいものになります。まずはご自身の心を大切にしてください。心のカップを満たすことが2人の未来の扉を開く鍵となります。愛の物語は今この瞬間から始まっていきます。はい、ということでこちら今癒しへと足を踏み入れる時、ご自身の傷を解放していく時です。そしてご自身の目の前に現れるお相手の表情をよく見て、そこで汲み取ってください。そういうメッセージも込められていました。ひばりは変化を表しています。これから新しい変化を迎え入れようとしていることと、その準備が整えつつあるということを示しています。今回別れたあの人、今何を思っているの？そして復縁できますか？ということに対しての答えはトラスト、あなたが信じるならという答えが出ました。お二人のご縁がまたさらに近づいていくことを応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは復縁リーディングです。別れたあの人、今何を思っているの？そして復縁はできますか？ということで、今回はエンジェルアンサーカードを使って復縁できるかどうかについて、この動画を見たタイミングから3ヶ月以内の答えを出していこうと思います。よろしくお願いします。まずはこちらのシャドウキャットのカードと、そしてジプシーカードから今現在のあの方の現状、お気持ち、そして後悔していることありますかっていうことで6枚カードを引いています。それから見ていきましょう。まずジプシーから見ていきます。デスのカードですね。これは終わりと始まりを表しています。そしてソルジャー、戦士のカードで、これは戦いを表しています。またハウス、家そのものですねを表していますね。そしてシャドウキャットのカードは憧れの存在。これを見るとこちらも注目の視線とあって、お相手からしてみたらあなたは憧れの存在だったんじゃないかなっていうふうに思っていました。お付き合いする前からです。その憧れのあなたと交際できたっていう喜びがあったんじゃないかなというふうに感じたんですね。あとは痩せ我慢というふうにあります。まず復縁したいかどうかっていう風になった場合に、このお相手復縁したいんじゃないかなっていうのを感じました。そして交際している時はあなたと一緒にいられて嬉しかった気持ちっていうのもあって、その一方で今少し仕事に追われていたりとかやらなければいけないことがあって、それで遠距離とか離れてしまったとか、そういう風にも感じるんですね。だから突然終わってしまったような、そんな気もするんです。自然消滅のような、何か離れてしまったからとか、どこかへ行くことになってしまったからとか、それっきりになってしまったような、そんな気もするし、突然のお別れっていうのも感じるんです。何かあなたと一緒にいることでたくさんの経験や学びを得て、この方の人生がとても豊かなものになっていったんだっていうことが伝わってくるということ。そしてなぜかお別れする前後に嫉妬してしまったこのお相手が、嫉妬してしまった自分に対して
今現在歯がゆく感じてるんじゃないかなっていうことと、あなたとお別れしたことをもう明確に実感している。そして世界がまるで変わってしまったかのように感じているんですが、でもこのお相手はその変わってしまった気持ちを引きずっていながらも、今仕事に取り組まれていたりとか、目の前のことをこなすのに精一杯っていうのを感じました。別れたあの人は今もあなたのことを大切な存在として心に刻んでいます。あの人にとってあなたは憧れであり、共に過ごした時間は人生を豊かにする学びと喜びに満ちていたと思います。あなたと一緒にいられたことが誇りであって、その記憶が今もあの人の心を支えているんです。しかし別れたことを深く後悔しているんですね。なぜ我慢してしまったのか、なぜ素直になれなかったのかと自分の弱さを悔やんでいて、あなたを失ったことの重さを痛感しています。あの時嫉妬や感情に振り回されてあなたを傷つけてしまったことが今ではとても苦しい記憶となっているようです。別れた後、あの人はまるで世界が変わってしまったかのような喪失感を抱えています。あなたがいない生活は色を失ったようで、新しいことに挑戦する気力もなく、今は一人で自分を見つめ直している状態です。閉じこもるかのように静かに日々を過ごし、仕事に打ち込み、自分自身と向き合いながらあなたとの時間を振り返っています。あの人はあなたとの別れを明確に感じ、あなたを傷つけてしまったことを本当に申し訳なく思っています。そしてもし過去に戻れるんだったら、もっと素直に愛情を伝えてあなたを大切にできたらいいのにと願っているようなんですね。それぐらいあの人にとってあなたは憧れの存在であった。そして今あなたがこの方に見向きしていないんじゃないかっていうふうにこの方が思っているということ、もう自分のことなんか忘れてしまったよねあなたはっていうふうに思っていらっしゃるようなんですね。そしてもしあなたがこの方との復縁を望んでいるのであれば、どうかこの方に優しい気持ちでこれからのことを受け止めてあげてほしいのです。あの時こうだったから、だってあなたこんなこと言ったじゃないっていうふうにお相手を責めて怒り、そういう言葉をね言動せずに、優しい気持ちでこれから復縁したい、また再びご縁を手繰り寄せたいっていう望みがもしあるのであれば、お互い許し合う気持ちを持ち、そうすれば復縁へのご縁が近づいていくのではないかというふうに思います。やはり一度結ばれたご縁なので、離れてしまったことによって怒りの感情や悲しみの感情っていうのが大きく膨れ上がってしまいやすいんですね。そういう時にそれを自分自身を傷つける言葉だったり、お相手を傷つける言葉としてぶつけてしまうと、その反動が自分に返ってきやすくなってしまうので、ここはお互いを優しく包み込むようなお気持ちでいられるとより良いのではないかなというふうに感じています。ではエンジェルアンサーカードを使って答えをはっきりと出していきます。この中にはノーというカードももちろん含まれていますので、復縁できますかという問いに対してノーっていう答えが出る可能性もあります。3ヶ月以内の流れで見ていきます。復縁できますか？はい、見ていきます。はい、近い将来ですね。近い将来、物事は良い流れになっていくでしょう。お相手と寄り添える未来っていうのがつかめそうな予感がします。ここでルノルマンとタロットを使ってこのお相手の3ヶ月の変化を見ていきましょう。はい、ではこちらで9枚で見ていきます。それぞれ9枚出しています。
まずこちらがお相手が考えている意識的なこと、こちらが実際にどう行動するのかっていうこと、そしてこちらがその結果どうなっていくのかっていうのを表しています。こちらが今この動画を見たタイミングから1ヶ月以内、2ヶ月目、3ヶ月目として時系列で出しています。まず現段階、現在から見ていきましょう。これを見ていると、まず2ヶ月以降から大きく流れが変わっていくかなっていうのは出ていますね。まずね、今現在から1ヶ月以内というのがかなりこのプレッシャーだったりストレスっていう中にお相手がいるということ、その中で自分自身をね奮い立たせようとしていること、それは自分と見つめ合う時間を作ったりとか、あなたとの未来をどうしていこうかなっていうことを真剣に考え悩んでいるっていうのが今の現状です。で、うまくいかないから落ち込んだりがっかりしているっていうような流れになっているんですよね。これカップの9と太陽のカードが出ていて、自分の思い描いている通りの理想が描けていない様子を表しています。まずカップの9とネズミ、ストレスを表すネズミのカード、そしてこの成功を表す太陽に対して、それで喪失感、がっかりしちゃう、期待外れっていうのを表しているカップの5番が出ているので、極端じゃないですか、この2枚が。なので思った通りに行動したくてもできないとか、自分で行動してみたけど思ったような結果が得られないとか、そこでギャップを感じやすいような1ヶ月以内の様子っていうのが出ています。ここもそうですね、圧を感じるクマ、プレッシャー、そしてこちら力のカード、それを自分の中でどううまく消化していこうか、どううまく噛み砕いていこうかってことで一生懸命今考えている葛藤の最中だったりとか、動きたいけど動けないとか、動いてみたけどうまく伝わらないとか、なんで自分ってこんなできないんだろうっていうことで落ち込むような、今現在すごく落ち込んでるっていう感じです。例えば連絡したいけど連絡できないとか、連絡して迷惑だって思われたらどうしようっていう怖さ、不安から連絡できないとか、連絡してみたけどたまたまあなたの方が入浴中とかでお風呂に入っていて電話に出れなくて、タイミングが合わなくて、やっぱりね既読するとか無視されちゃったんじゃないかとか、電話出てくれないよな、どうせダメだよなとかっていう風になってしまいがちな、そんな1ヶ月すれ違いやすかったりとか、思ったようにうまくいかないようなお相手の流れが出てきています。では2ヶ月目どうかなっていう風に見ていきましょう。2ヶ月目からここで転機が訪れますね。お相手の方でもこのうまくいかなかったとかストレスから抜け出して自分でものにしようっていう風な気持ちが働いていくんですよね。どうしたらいいかなっていう道がはっきりともっとよりクリアになっていくんです。落ち込んでいてもしょうがないとか、タイミングが合わなかったに違いない、このわずかな望みにかけてみよう、そういう気持ちに切り替わっていきます。いつまでもメソメソしてもしょうがないから、自分の思いをはっきりと伝えるんだっていうこの道のカードですね、選択です。伝える、伝えないとか、復縁に向けてとかっていうことで、自分の中で方向性をはっきりと示して伝えていかなきゃなっていう気持ちになります。で、考えていることっていうのはスター、希望を表すカードと、カップの6番、過去に思いを馳せる、ノスタルジック、あの時2人で紡ぎ合った愛は確かなものだった、すごく嬉しいことだった、この気持ちを、この愛を今伝えなくていつ伝えるんだと、そういう気持ちに駆られていきます。自分の本当の気持ちをただ伝える、それだけでっていうことでしょうか。はい、うまくいかなかった1ヶ月目から自分の理想の形へ向けて覚悟を決めて、もっとね工夫してあなたに伝えていこうっていう風に動き始めてものにしていきます。なので2ヶ月目はスムーズにあなたに連絡が取れるとか、誤解があったとしたらそこで誤解を解消させて、きちんと自分の純粋な気持ちを伝える、自分が本当に復縁したいんだっていうこと、スター、希望のカードです。自分が望んでいるって、自分の望みを伝えるということです。そして物にしたいんだっていうことを伝えるでしょう。なので近い未来、良い結果があなたの元へ訪れると思います。あなたが復縁を望んでいるのであれば、お相手はそれに向けて動いてくると思います。多分あなたもこのエンジェルアンサーのカードが近い将来っていうことを表しているので、あなたも復縁に向けてっていうことでこれをご覧になられていると思うんですね。
そして3ヶ月目見ていきましょう。新しい始まりを表す子供のカードと、そしてワンドの4番のカードです。このお相手、とても純粋な方ですよね。多少繊細なところと、あとストレスを抱え込みやすいところはあるんですが、とても優しくて純粋な方、楽しい、嬉しい、そんな優しい気持ちをあなたと分かち合ってる、そんな世界、小さな世界、それがすごく自分にとって満足だって、大きくなくていいんだと、小さい2人だけの世界で十分自分は満足であって、その幸せに包まれているんだってことをすごく実感しているっていうことが、この3ヶ月目に出てきているので、この2ヶ月目で願っていたことがお相手の中で叶っているんですよね。ということは、この2ヶ月目でこのお相手が決めた通りのことが叶っているのではないかと、つまり復縁が叶うのではないかなというふうに見ています。そしてそのお相手の動きとしても、ワンドのキングやこのコウノトリが示す通り、あなたをこれから守り導き、またもう一度自分があなたを、サポートする側として、お互いが支え合っていく関係性としてあなたのもとへ返り咲いていくんだっていうことが言動、言葉、行動として現れてきます。そしてコウノトリも幸せな方向へと移動していくっていうのがあるので、お互いが幸せな関係へと移り変わっていく流れが見えています。で、あと一つ気になるのが、またお相手が遠くにいらっしゃる場合、これ当てはまる方っていうのは、やはりその物理的な距離っていうのがそこだけはね埋まらないような気がするんですね。移動を表しているので、また遠くへ行くことになったとか、転勤になってしまうとか、移動を繰り返し行うようなお相手のような気がするんです。ただ、あなたと一緒にいるとき、このほんのわずかな時間でもこれは自分にとって本当に幸せな時間なんだと、これをすごくかみしめるような3ヶ月目です。たとえ離れていてすぐに会えないような距離にいるかもしれない。だけど、それでも2人の絆は確固たるものなんだっていうことをお互いかみしめ合うような3ヶ月の流れになっています。だからどうかあなたの方でもこの方の中で恐れているんですよね。実はあなたと復縁して何を恐れてるかって言ったら、喧嘩することを恐れているんです。あなたとお相手がワンドのキングとワンドのクイーンでここを揃っているので、2人がもうすでにここで復縁しているっていうのが現れているんですね。ただ、もう喧嘩はしたくないとか、あなたから何かきついことを言われたらショックだな、傷ついちゃうな、へそ曲げちゃうなっていうのが出てきてる。喧嘩になっちゃうとお互い言い合いになってしまったりとか、お互いがねひどいこと言い合ったりとかしてしまったり、思ってもみなかったような喧嘩別れとかしちゃうような感じがするので、そういう時、そうならないようになりたいなっていうのがお相手の思いであって、またその自分もねついカッとなって言ってしまうし、喧嘩何回も今まで繰り返してきたような、そんなね経験があるんだっていうのが伝わってくるので、だからこそ今現在そのあなたに伝えたところでもう知らないわっていうふうに思われてるんじゃないかとか、あなたなんかもう興味ないわよっていうふうに思われてるんじゃないかっていう不安も葛藤もあるんですよね。また喧嘩したくないなって、今度はあまり喧嘩しないでお互い穏やかに過ごせるような、お互いだけのこの優しい時間空間っていうのをこれから引き続き味わっていきたいなっていうのが3ヶ月目のお相手の考えですね。そういう風になれるようにできるだけ努めるし、3ヶ月目は相性抜群なんです。ただここですね、言い合いにならないようにっていうのはすごくお相手の中で意識しているところなんじゃないかなっていう風に思いました。なのでこの1ヶ月目のあたりね、お相手がちぐはぐな行動を起こしてきたりとか、さりげなく様子を見に来たりとか、声かけとかっていうのがあるかもしれません。その時に何よとか知らないわっていう風にならずに、受け入れ体制をとっていくと、子供のように甘えるようなお相手が2ヶ月目以降顔を出してくると思いますので、1ヶ月目あなたにとってはだいぶ重要な時なんじゃないかなと思うんですね。いつでも来ても大丈夫ですよとか、お相手が顔を見せてきたらどうしたのって逆に話しかけたりとか、手を差し伸べていつでも近くにいるよっていうことを見せていくと甘えやすくなるのかなっていうふうに思いました。はい、近い将来それはあなたのより良い形となって訪れるでしょう。ではこちらにラッキーナンバーやラッキーカラーを出していますので、こちらのメッセージも参考にしてください。
より復縁へ近づいていくために、ラッキーカラーはオレンジ、ビタミンカラーです。屈託のない明るい表情、笑顔がとても素敵なあなたですよね。明るさ、これがあなたの魅力です。お相手に明るく包み込んでいきましょう。そしてラッキーナンバーは11番です。11のつく日や時間を参考にしてください。それでその3ヶ月以内にお相手と復縁して、またすぐにね、お互い肌を重ね合うような、そんなひとときも訪れそうです。こちらは夢だったりとか、思いに胸馳せるとか、思いを馳せるっていう意味のあるカード。そしてこちらは天国を表しています。天ですね。はい、こちらのカードからもメッセージをいただいていきましょう。あとはお選びいただいたオラクルカード。こちらのカードはですね、あなた自身運命を信じてくださいっていうカードなんですね。まさに自分たちのこの未来信じてください。信じる気持ちがより良い未来を引き寄せていきますというメッセージです。ではメッセージをもらっていきましょう。あなたのラッキーカラーであるオレンジを生活に取り入れてみましょう。この色は元気や活力、そして前向きな気持ちを与えてくれます。オレンジの服やアクセサリー、またはオレンジ色の食べ物を選ぶことで、自然と笑顔や思いやりが増し、あなたの魅力がさらに引き立っていきます。ラッキーナンバーの11は、積極的に行動することの大切さを教えてくれています。まずは自分の気持ちや理想を明確にし、それを表現することを心がけてみましょう。例えば偶然を装ってお相手に連絡を取るタイミングを測るのも良いでしょう。また今できることから少しずつ始めてみることが道を開いていく鍵となっていきます。ただしバランスを見ながらうまくやることがポイントです。やりすぎとかやらなすぎとか偏りすぎないようにお気をつけください。でさらにこちらのカードが示す通り、自分の夢や直感に耳を傾ける時間を大切にしていきましょう。瞑想やリラックスした時間を持つことで、潜在意識の中から新しいアイディアや希望が生まれてくるのを感じてください。その夢の中に復縁へのヒントや解決策が隠れている可能性があります。過去の後悔や痛みもここで癒されるでしょう。また天国のカードが示すように、あなたは特別な感性や直感を持っています。その力を信じてください。ただし現実の世界での行動も忘れずに意識して過ごしていただけたらと思います。例えば少し勇気を出して共通の友人に相談したり、新しい自分磨きを始めたりして、自分の存在をあの人に優しく示していくのも効果的です。そして体の解放を意識してみるのもおすすめ。ダンスやヨガ、あるいは新しい趣味を始めていくことで心身のバランスが整い、より魅力的なエネルギーを放つことができます。あなたが一歩踏み出すことで新しい展開がきっと訪れるはずです。焦らず自分のペースで進んでいってください。より良い流れになっていきますように応援しています。こちら、自分の運命を信じてください。心を解放する、心身を解放すること、そしてヨガやストレッチなどおすすめですということでした。今回、別れたあの人のお気持ち、そして復縁できますかということに対しての答えは、近い未来良い答えが返ってきますという結果になりました。こちらもぜひお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、別れたあの人、今何を思っている？復縁できますか？ということについて見ていきます。よろしくお願いします。今この動画を見たタイミングから3ヶ月以内の流れとして見ていきます。まずはこちらのジプシーカードとシャドウキャットのカードから、お相手が別れた当時何を感じていたのか、そして今現在どう思ってらっしゃるのかというのを出していきました。見ていきます。まず猫のカードです。そしてチャイルド、子供のカード、そしてこちらがサプライズですね。この
赤ちゃんのカードは新しい始まりを示しています。こちらはサプライズなので驚きの出来事などを表していますし、この猫のカードっていうのが少し小悪魔的だったりとかいたずらとかそういうことを表しているんですね。で、あとはこちらのシャドウキャットも見ていきましょう。楽観っていうカードと夢に手を伸ばす、そして仲良しのカードで、どれもこのなんて言うんでしょう、明るいカードが出てきているんですね。そしてこちらも明るい始まり、明るい兆しっていうのが見えているので、今のそのお相手っていうのはあなたのことを忘れられなくて今でも近くにいるとか、あなたとだったらまた復縁できるんじゃないかなっていう希望を抱いていらっしゃるように見えるんです。新しい始まりを望んでいたりとか、あとサプライズですね。あなたの方からやってきてくれるんじゃないかなっていう淡い期待や、そうなるようにっていうのを願っているような気がするんです。そしてご自身では手を伸ばしてるんですね、心の中では。だけれどもそれを実際に行動に起こしていないようにも感じるんです。または仲良しのカードが出てるので、自分であなたの近くにはいるんです。お友達のように連絡を取っていたりとか、何気なく近くにさりげなく近くに寄っていったりとかはしてるんですが、それが精一杯で復縁したいっていう自分の気持ちをまだ出せていない、言葉として言動として出せていなくて、ただ自分たちはやっぱりこうやってまた元に戻れるようなそんな予感がするんだっていうことは、予感感じてる、期待もあるっていうのが感じられました。あなたに甘えていた、今も甘えているかもしれないんですが、甘えていたからこそ一度お別れしてしまった、その甘えにあなたがしびれを切らしてお別れしてしまったような、そんな気もするんですね。別れたあの人は今もあなたのことを強く思い続けているようです。あなたと一緒に過ごした日々を振り返るたび、それがまるで夢のようだったと感じているんです。あの人はあなたに甘えすぎていた自分を悔やみ、もっと大切にするべきだったと後悔しています。心の中ではあなたと仲直りをして再び笑顔で一緒にいられる日が来ることを強く願っています。しかし自分から踏み出す勇気がなく、手を伸ばしてもあなたに届かない現実に戸惑いを覚えています。そのため偶然の出会いやあなたから声をかけてもらえることをどこかで期待しているのかもしれません。今あの人は新しい展開を心のどこかで望みつつ、どうすればいいのか迷っている状態です。あなたがどんな気持ちでいるのかを知りたい、もう一度歩み寄りたいという思いを抱えながら慎重に時を待っています。はい、そんなお相手の様子が見えていますね。あなたから来てくれたらいいなっていう、そんなね、甘えてるじゃんっていう風に思えるかもしれないんだけど、くっつきたい、またそうなれるんじゃないかっていう風にどこか信じてるところもあるんですね。そしてこのお相手が可愛らしくて憎めないんじゃないかなって、あなたから見てそのように思いました。こちらが今現在のお相手の現状や、別れた時のお気持ちや後悔していることなどについて見ていきました。ではこれから先3ヶ月以内、お相手どのように変化していくのかなっていうのをヌーノマンカードとタロットカードで見ていきます。はい、それではこちらのそれぞれ9枚でお相手の3ヶ月の流れ見ていくんですが、こちらエンジェルアンサーカードで復縁できますかっていうことに対しての答えをもらっていきます。このカードにはノーというカードも含まれていますので、そのノーっていう結果が出る可能性もあります。まずこの3ヶ月以内復縁できますかっていうことでカードをもらっていきます。答えをもらっていきます。3ヶ月以内復縁はできますか？失礼しました。もう一度切り直していきます。
はい、見ていきましょう。心配いりません。はい、ということで復縁できます。そうですよね。カードもそのように流れています。大丈夫です。安心してください。ということで、はい、まずカード並び見ていきましょう。この上がお相手がどのように考えているのかっていう意識の変化を表しています。真ん中がどのように行動していくのかっていうこと、そして下がその考えと行動が伴った結果どうなっていくのかっていうことを表しているのと、あと今回はこちらがこの動画を見てから1ヶ月以内、2ヶ月目、3ヶ月目というふうに出しています。まず現在見ていきましょう。もうすぐに復縁が叶う予感がするんですよね。はい。まず見ていきますね。お相手の方から、こちら鳥のカード、コミュニケーションを表すカードが出ているので、まさに、甘えているんじゃないかなと思いますね。可愛らしいお相手だなっていう印象を受けました。お相手の方からもう現在も連絡取り合っているようにも感じるんですよね。別れているんですが、友達として連絡取り合っていますとか、まだ別れて間もなくて連絡取り合えるような状態なんじゃないかなとも思いますし、何かそのお相手の中でまさにこの楽観的といいますか、ポジティブに物事を考えているような、そんなエネルギーを受け取っているんです。そしてそれをあなたは優しく受け止めてくれるって、そういうお相手のあなたに対する印象もありますし、あなたが優しく受け止めたいっていう、深く包み込んで愛したいっていう、そういうエネルギーを感じるんですね。だからこそお相手もあなたに話しかけやすいし、近くに行きやすい。まだ本音、復縁っていうところに対して本題について深く話し合えるところまではいかないけど、コミュニケーションを交わすのは今でもお互いできやすいんじゃないかなと思いますし、1ヶ月以内にお相手から連絡来たりお声掛けがあると思うんですね。元気とか何してるとか、またもっとぐっと踏み込んで遊びに行かないとか、そういうところまで踏み込んでくる可能性もあるんです。そしてルノルマンカードはクロス、棺と出ていて、タロットではスタート、ラバーズというふうに出ているんですね。そしてもし1ヶ月以内に復縁っていうところまでいかなかったとしても諦めないでください。ここ3ヶ月以内には復縁必ず決まりますって、そういう流れになっています。だから今すぐ復縁できなくてがっかりっていう風に思う必要はなくて、心配いりませんよって出てきていますね。まずスターっていうのは希望、インスピレーションを表していますし、クロスっていうのもお相手がじゃあなたとコミュニケーション取りたいとか優しくしてほしいと思っていることに対してどう動いてくるのかって言ったら、少し待ちの姿勢かなっていう感じがするんですね。連絡取ってみようかなっていうふうに声をかけてみるんだけど、じゃあ実際復縁っていうところまで積極的に物事を動かしていけるんですかってなったら、どちらかというと受け身、期待しています。あなたの方から来てくれるのを、復縁っていうことに対して話しかけてくれるというか、復縁について話し合いませんかとか、そのことについて触れてくれるの、話題に出してくれるのを待っているような感じ。自分の方からは少しずつアピールはするんだけど、実際物事を動かすのはあなたに頼っていますっていうような動きを見せるのが1ヶ月以内の動きかなと思うんですね。そして棺のカードとこの恋人ラバーズのカードが2つ両方入っているので、まずちゃんと決めなきゃいけない、はっきりしなきゃいけないよねっていうことで、私たち恋人なの友達なのって曖昧な感じもするし、なんか友達としてこう話しかけてきてくれてるのか、それとも復縁したいっていう風なこう陰なるアピールしてるのか、どっちなんだいみたいな、あなたからしてみたらまあもう言わずもがな復縁したいっていうことなんだろうなってことを薄々感じながらも、まずはっきりしなきゃいけないよねっていうところにあなたが導いていくというか、お相手に優しく語りかけていくような流れになっていきます。なのではっきり言ってしまえば主導権を握るのは1ヶ月目あなたの側っていう風に感じますね。
優しく、あくまでも優しい、本当に優しいお二人ですね。あなただけではなくてお相手もピュアで優しい方、その波長がとても心地いいんだと思います。で、2ヶ月目見ていきましょう。お相手の意識ではやっぱりこの犬のカードとカップの6番が出てるので、お付き合いしていた頃のあなたとの楽しい思い出を引きずっていながら、思いを馳せながらやっぱりそばにいたいっていうね、あなたと信頼関係を育んでいる、何かね、そのはっきりと決まらない方っていうのは3ヶ月目にははっきりと復縁っていう形になっていくので、2ヶ月目も曖昧なのか復縁するのかっていうね、そのどっちつかずどっちかかなっていう感じで流れていきます。穏やかに、あくまでも穏やかにお友達のような感じで、そしていつも一緒にいて、心の中、お相手の中はあなたを頼ってるし信じてるし、あなたと一緒にいた気持ち、美しい思い出として残ってるし、いつでもその思い出が蘇ってくるし、そばにいたいっていう気持ちがあるんですね。じゃあどういう行動に起こしてくるのって言ったら、2ヶ月目大きな動きをお相手の方から見せてくるんです。勝利をつかみ取るワンドの6番とサプライズ、贈り物を表すブーケのカードが入っているので、喜ばしい動きをお相手の方から出してくれる。しかもそれは単なる友達の域を超えて、もう復活したいんです、復縁したいんですとか、あなたが好きですって告白するような感じで分かりやすく行動に移してくる。またはサプライズのカードが入ってるから、あなたに贈り物をするとか、あとただいま帰ってきたよとか、そういうことなんですよね。すごく嬉しいことです。恋愛的な意味で嬉しいことです。その友達としてどっちなのじゃなくて、はっきりと好きですとか、そういう方法をとって行動に起こしてきます。だからはっきりと復縁したいんですっていうことを言うと思います。このあたりであなたが優しく導いていけば、そのまま復縁したいって思ってるんだっていうふうに言うんじゃないかなと思うんですね。その結果どうなるのかって言ったら、豊かさ反映していきます。2人が向き合ってちゃんと話をすることがここでポイントです。あなたの方からもちゃんと歩み寄っていって、お相手任せではなく、また自分がね全部引っ張っていくわけでもなく、最終的にお相手の口からちゃんと復縁したい、あなたが好きだよとか、そういう言葉を引き出していくことがここ重要ですね。多分あなたが復縁したいって言ったら、このお相手ってすぐにでも言うと思うんです。ただ重要なのは、このお相手の方からも好きですとか復縁したいんですとか、あなたが大切なんですって、そういう言葉とか行動を引き出していくことがポイントになってきます。それが今後2人の豊かさをよりもっと拡大させることにつながっていくので、私の方が好き、付き合ってとか復縁してって望んでいるよだけではなくて、こちらお相手側からもちゃんと引き出していくことが大切です。さあやってきました、3ヶ月目です。指輪、カマのカード、ハートのカード、タロットはワンドの5番、カップの2番、そしてこちらはオリジナルのカードですね。ザ・ウィールっていうカードなんですが、これ素晴らしい流れになっています。ここ1、2ヶ月目すごく良い流れにはなってるんですが、結局どっちなんだいっていう風になっている方も3ヶ月目ストンと落ちます。はい、ちゃんと復縁っていうところにつながっていきますので、ここね、はい、No need to worry、心配しないでって出てきていますので、安心してくださいね。指輪のカード、約束、カップの2番、パートナーシップ、つながり、そしてこちら真実の愛、ハートのカードなので、愛情を確認し合えるような出来事がある。そしてカマのカードっていうのは、はっきりと区別させる、きっぱりとここでちゃんと決断しましょうとか、っていうことです。で、今回このカマのカード少し心配だなっていうふうに思った方もいるかもしれないんですが、周りのカードが固まっているので、これで見るんだったらここをしっかりと覚悟してくださいねとか、決断してっていうことでしょうかね。こういう感じであなたの優しさに甘えてくっついたりとか、友達なんだか恋人なんだかっていう状態から、もうちゃんとここではっきりと復縁っていうところを選び取っていくんですよねっていうところを明確にしましょうって。だってあなたこういう行動を取ったじゃないって、だからもうこれはもう約束ですよねっていうことで、きちんと形に起こしていくことがやっぱりこの2ヶ月目の重要なポイントです。そうなるともうここはもう自然と2人が
ここですね、約束、パートナーシップ、愛情のつながり、始まり、真実の愛、ちゃんと決断しましょう、ね、様子見ることなくはっきりとさせましょうっていうことがここの3ヶ月目で言われています。なのではっきりしましょうって言った時に、お相手もちゃんとはっきりした誠実な態度をとってくると思うんですね。あなたが求めていくと、また求めなくてもこの2ヶ月目のあたりではっきりとしましょうっていう風になると思うんです。だから3ヶ月目何かがあったとしても、この固い絆は崩れることがないですよって、それぐらい守りを固めていかれるといいですよっていうことと、できるんだったら2ヶ月目1ヶ月目のうちからもう徐々に壁をね作っていくというか、その守備の壁を固めていくっていう風に外堀を埋めていくと、かなりがっちりした絆が育まれやすいし、もうはっきりする、お相手の方でもはっきり決めるんだっていうのが出てくるんですね。もう曖昧な態度を取らないとか、こうなるだろうとか、うまくいくだろう、何とかだろうではなくて、こうしますっていう風にはっきりと断言すると思います。あなたと一緒になりたいですとか、自分が考えているのは争い事をせず、そしてあなた一筋で復縁、愛を誓い合いたいっていうことをしっかりと考え通りに言葉に起こしていきたいんです、行動に起こしていきたいんですって。その結果どうなるのかって言ったら、ここやっぱり愛情とか2人の愛の世界が作り上げられていくので、なのでやっぱりここは最初はあなたの方のリードだったりとか、お相手をちょっと温かい目で甘えさせてあげるっていうところは出てくるんですが、2ヶ月目ね、このお相手の方からもしっかりと動いてくるので、心配する必要はないですよっていう風にエンジェルアンサーカードが伝えてきてくれています。ではここでラッキーカラーやラッキーナンバーなど出していますので見ていきましょう。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらからのメッセージは、痛みを癒していきましょう、心の痛みを癒しましょうというメッセージです。共に見ていきます。ラッキーカラーはまずダークブラウン、濃い茶色、無償の愛で育む。まさにあなたは本当に心が広くて優しくて甘えたくなってしまうような、そんな存在なんですよね。そしてまたそのお相手もね、可愛らしいっていう風にあなたは感じていらっしゃると思いますし、相性がいいんです。だからお相手のために尽くすこともあなたは苦じゃないんじゃないかなって思っています。で、ラッキーカラーは濃い茶色なので、これをぜひ取り入れてみてください。ラッキーナンバーは3です。3のつく日、時間、あと日時ですねがラッキーデーですね。あとこのカードっていうのがソウルファミリー、お相手と魂のつながりが、ご縁があるということ、お互いが優しい心を持っているということですね。そしてこちらのカードは知的を表しています。あなた自身の知識を生かしてこれから先の未来を切り開いてほしいというカードからのメッセージです。ただし知識だけに頼りすぎず、直感や感情も大切にしてください。両方を持って進んでいきましょうというメッセージです。別れたあの人と復縁に向けて今あなたができることというのをこちらからもらっています。復縁に向けて愛と思いやりで自分自身を包み込み、そしてお相手に届くような温かい行動をとることを意識してみましょう。というか、意識しなくても自然ともうあなたはできているのではないかなと思っています。ラッキーカラーは濃いめの茶色です。この色は大地のようにあなた自身やお相手を包み込み、安心感を与える力を持っています。穏やかで落ち着いた雰囲気をあなた自身がまとえば、お相手も心を開きやすくなるでしょう。大切なお話をするときにはこの色が心を和らげる助けとなります。ラッキーナンバーの3は次の一歩を踏み出すタイミングを教えてくれます。これまでの努力と経験があなたに力を与え、必要な手段や協力者を引き寄せるでしょう。声をかける勇気を持つことが大切です。まずは優しくシンプルな言葉で連絡をしてみてください。それが新しい一歩となるかもしれません。そしてこちらのカードからは、あなたに愛と感謝の気持ちを持つことを伝えています。あなたは十分にそれを持っているんですが、過去の出来事や関係の中にある学びを受け入れて、無条件の愛で、無償の愛でお相手とのつながりを見つめ直すタイミングが今やってきています。
人生の中で出会った人たちみんなあなたに何かを教える存在であり、別れたあの人もまたあなたにとって大切な経験を分かち合った存在です。そのつながりを感謝とともに振り返りながら未来への希望を育んでいく時です。またあなたの知恵や考えをお相手と共有する準備をしてみてください。ただし感情や直感も大切にしていただけるといいかなと思います。お相手と心を通わせていくためには優しい言葉と素直な気持ちが効果的。焦らず柔らかい心でお相手との再会復縁に向けて道を歩んでいきましょう。時間がかかるかもしれませんが、あなたの温かさと真摯な気持ちはきっとお相手に伝わります。より良い流れになっていきますように応援しています。はい、復縁できますかという答えに対して今回エンジェルアンサー、心配いりませんという答えが出ました。そしてこのカードの並びを見ていても3ヶ月以内にこの復縁できる可能性が濃厚なのではないかなというふうに読みました。今回は復縁リーディング、別れたあの人今何を思っている、復縁できますかということについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、別れたあの人今何を思っている、復縁できますかということについて見ていきます。よろしくお願いします。この動画を見たタイミングから3ヶ月以内のお相手の変化について見ていきます。まずはジプシーカードとこちらのシャドウキャットのカードより、別れた時のお相手のお気持ちや今現在どうしているのか、何か後悔していることはあるのかということについて尋ねてカードを出しています。まずジプシーカードから見ていきましょう。出てきたのがジャーニーという旅を表すカードとメッセンジャーです。メッセージを伝えている、特に人を介して伝えているというカードなので、直接のやり取りではなくて誰かを介してお互いの近況を知っていたり、あなたの近況様子を伺っているような感じがすること、そしてホープ望みのカードが出ているので復縁を希望しているということが伺えます。ただし別れた時はもしかしたら人づてに別れを告げたとか、あと強制的にお別れになってしまった。ジャーニーは旅、遠距離、長距離を表してるんですね。なのでどこどこに行かなければいけないとか、これをしなければいけない目的があったので別れることになりましたとか、そのような形になった方もいるかもしれないし、で今現在お相手が移動しているので、遠いところからこの郵便屋さんが手紙を持ってきてくれてるんです。だから遠距離のような気がしました。ではシャドウキャットです。まず支援者、そして見ないふり、そして掘り出し物とあります。まず心の中がごちゃごちゃしているなっていうのを一番に感じます。お相手がそのように今現在ですね感じているということと、あとお別れする時も喧嘩が絶えなかったんじゃないかなっていうこと、そして次第に自分自身の本心を言わないようになっていったとか、もう喧嘩したくないから顔を合わせないようになっていった、疎遠になっていったとか、あとやっぱり急に離れることになってしまってその場からいなくならなきゃいけなくなってしまったような、例えば仕事の出張だったり転勤があったりとか、事情があって離れなきゃいけなくなってしまったんだっていうことで離れてしまったっていうのも感じますし、一番最初は支援、あなたを助けたい、救いたいんだ、支えたいんだっていうことでお相手の方から歩み寄ってきてくれた、そこから始まった交際だったんじゃないかなと思うんですね。あなたに全て受け入れるよとか優しい言葉をかけてくれたと思うんです。ただどうしても喧嘩が絶えなかったとか、あと周りの揉め事っていうのも考えられるんですよね。社内でごちゃついていたとか、そのことによって異動になってしまったとか、そういうことも考えられます。外部の影響もあるんですが、例えばご両親があまり仲が良くなくてとか、そういうこともあったかもしれない。そのことによってだんだんとその本質から
目を背けるようになってしまったようにも感じるんですね。じゃあ後悔してないのかって言ったら全くそんなことなくて、今でも頼りをよこしたいっていう思いがある。ただしまだ直接あなたのもとには文が届いていない、もしくは届いたとしても時差があるようにも感じます。何かそのお別れしてしまった原因は喧嘩または周りの揉め事っていうのが感じますね。あなたに会いに行こうと思った日もあった、連絡を取ろうかと思った日もあった、なんか遠い場所であなたを今思っているっていうのを強く感じました。別れたあの人は今も心の奥であなたを思い続けています。あの人にとってあなたとの交際は新しい幸せの始まりでした。しかし喧嘩が絶えなかったのか、その喧嘩が繰り返される、揉め事が繰り返していく中で2人の間には少しずつ溝が生まれ、最後には向き合って話し合うことすら避けるようになってしまったのではないかなというふうに感じました。その結果別れを選ぶことになったんですが、あの人はその決断を後悔しているようです。今あの人は壊れた心と散らかった部屋の中で一人でその時間を過ごしています。あなたに会いに行こうと思った日もあったし、連絡を取ろうかと悩んだ日もあったんです。しかしどうしてもその一歩を踏み出せなくって、遠い離れた場所であなたを思いながら日々送っています。それでもあの人の心にはもう一度あなたに会いたいという願いが強く残っています。今は遠い場所にいるけれど、その思いが消えることはありません。きっといつかお互いが同じ気持ちで向き合える日を願っているのだと思います。少しごちゃついた環境やお部屋の中で過ごされているっていうのを感じます。まだ片付いていない問題っていうのを感じました。あとあなたと遠く離れているっていうことですが、やっぱり抱えている望みはあるよっていう、お相手の中で復縁希望ですよっていう望みのカードを出ています。ではエンジェルアンサーカードで答え出していきます。このカードにはノーというカードも含まれています。そのノーが出てくる可能性もあります。この3ヶ月以内で答えをもらっていきます。3ヶ月以内お相手と復縁できますかということで答えをもらっていきます。3ヶ月以内お相手と復縁できますか。この動画を見たタイミングから3ヶ月以内お相手と復縁することができますか。はい、では見ていきましょう。周りの人が助けになってくれます。周りの人を助けに呼んでください、頼ってくださいっていうカードが出ています。そうすれば復縁への道が近くなっていくでしょう。引き寄せの法則に従ってください。あなたが復縁を望むのであれば、周りの人を介してその望みをお相手に伝えていきましょう。このメッセンジャーっていうのも、この手紙を受け取っているのはあなたではないんですね。この手紙を渡しているのもお相手ではないんです。お相手のお手紙を渡す郵便屋さんと、それを受け取るメイドさんなんです。本人同士のやり取りではないので、やはり共通の知り合いがいらっしゃるとか、これからその共通の知り合いが生まれてくる可能性もあります。なので周りの方々に目を向けてみてください。ではここでヌノルマンとタロットそれぞれ9枚ずつ出して3ヶ月お相手の流れ見ていきます。はい、こちらでそれぞれ9枚出ているんですが、追加でカードをいただいていきます。タロットから1枚カードもらっていきます。気をつけたいポイントとしてアドバイスカードとして1枚もらっていこうかなと思っています。どんなことに気をつけていけばいいですかっていうこと。
チャリオットのカードですね。こちらをポイントで押さえていきながら見ていきます。まず、こちらの上の段っていうのがお相手の意識、思考です。考えていること。で、真ん中の段が動きです。言動。どんな風に動いてくるのか。そして下が考えと行動によってどんな結果になっていくのかっていうのを表しています。で、こちらがこの動画を見た時から1ヶ月以内、2ヶ月目、3ヶ月目で約3ヶ月の流れとして出しています。答えとしては、周りの人の力を借りてくださいっていう答えが出てるんですが、一つ一つ見ていきましょう。1ヶ月目なんですが、お相手の気になるところとして、まず体調不良っていうのがまず一つ挙げられること。オーバーワーク、疲れすぎ、そしてあとはストレスによる眠れないとか体調不良を起こしていたりとかする可能性がある。それはお別れしたことによって塞ぎ込んでしまっているってことです。ショック、悲しい、離れてしまって寂しいっていうことで塞ぎ込んでいて、まだ心の中のざわめきとか周りのごたつきっていうのが落ち着かないので、まずそれを落ち着かせようっていうのが1ヶ月以内のお相手の考えと流れです。あなたと復縁に向かってやっていこうって思ってるからですね。ご自身の中で自分の気持ちを見つめ直すんです。自分しっかりしてっていう風な感じですね。もしここで体調不良を起こしているとするのであれば、この1ヶ月もしくは2ヶ月かけて回復していく兆しがあります。塞ぎ込んでいる自分、または落ち込んでいる気持ちから立ち上がっていくことが必要だよなっていう風に考えていらっしゃるんですね。じゃないとまず始まらないと。まず活力が今ない状態なので、モチベーション、自分の生きる力が今見失いかけている状態なので、塞ぎ込んでいる状態から回復、立ち上がっていかなきゃなっていうことで、自分自身を見つめ直すような行動を起こします。なのでこの1ヶ月以内はあなたに対して何かアクションを起こすというよりは、自分自身の中の見直しとか改善ですね。自分の体調不良だとしたら、ツリーがね体調のことを表しているので、体調不良だとしたらそれを見つめ直すような1ヶ月、回復させるとか改善させるっていうことですね。見直しのカードがここに入っているから。そして紳士はお相手自身を表すので、自分自身の改善ですねに努めると思います。そしてそれは良い結果となって1ヶ月目現れてきます。まだあなたの元へは届かないんですが、まだ響いてこない、直接響いてこないんだけど、なんとなくお相手が良い兆しになったっていう連絡、頼りを他の人から聞くのかもしれませんし、まずここ1ヶ月はゆっくりとお相手の様子を伺いながら、まずアクションは控えめにしておいて様子見てくださいと。お相手が今自分自身を立て直そうとしている最中っていうのが出てきます。では2ヶ月目見ていきましょう。2ヶ月目もまだお相手の中でなんていうんでしょう、だんだん回復はしていくんですが、じゃあはっきりとあなたに対して復縁したいですって申し出てくるかどうかっていうのが半々なんです。正直言って可能性として 50% あるし、また動けないっていうのが 50% あるし、どっちっていうのがあって、なぜかというとそれはお相手の心の状態次第、または体調次第っていうのが関わってくるからです。1ヶ月目お相手が自分自身の改善に努めて、それが綺麗に仕上がれば、2ヶ月目にここ太陽が出てる通り、あなたにお誘いとかお声掛けとか復縁に対しての動きっていうのを出してくるんですね。ただしまだ心のバランスが整っていなければ、うまくそれが働いていかないっていうことがここで出てきています。まずルノルマンは月のカードを表しています。このタロットの月と違うのは、この月はロマンチックなデートや出来事っていうのを表しているので、お相手の中であなたにお誘いしたいとか、声かけたい、連絡取りたいとか、会いに行きたいという気持ちが高まっていきます。その一方でここにワンドの点が入っているので、自分の中で抱えるものが多いと、背負っているものが多い、責任感、それは何かというと、周りに対するごたつきだったりとか、自分の中でまだ整理されていないもの、まだ抱えているものがクリアになっていないかもしれない。それがだいぶクリアになれば確実に動いてきます。その一方で少し揺れやすいっていうのも入ってくるんですね。心がだと思います。メンタルがっていうことで月のカードです。これは不安を表しますね。
動きたいんだけど、動いてそれが果たして結果になるのかどうかっていうことで考えていることもあるし、でもそれだけじゃなくて、やっぱり成功させたいよねとか、やっぱり会いたいとか、この気持ち押し通していきたいっていう明るい気持ちも持ってるんですよね。ただし揺れやすいっていうのがあります。それが行動に現れやすいかなと思うんですね。本当は会いたいのに、あなたとパタッと会った瞬間にふって顔を背けてしまったりとか、それは怖さから来るんですね。あなたが自分のことをもう大して気になってないんじゃないかと思ったりとか、喧嘩して怒らせてしまってるんじゃないかと思うと、素直にね声をかけて、あなたが喜ぶ顔が見たいと思ってるのに、ついつい怖さからふって顔を背けてしまったりとかしてしまって、少しアンバランスな感じが伺えます。うまくいけばそのお相手の気持ちが素直にあなたに届いて、あなたも響いてくれれば、ここから順調に物事が流れていくんですが、お相手がどんな風に言動を起こしていくのか次第なのと、抱え込んでいるものがどれぐらい大きいのかということ、それはもしかしたら周りの人を巻き込んでいるような、それぐらい大きなことかもしれないので、だとしたらこのお相手が一人ですぐに片付けられるような出来事ではないかもしれないので、その時はやっぱり2ヶ月目ぐらいではね、簡単に片付くようなことではないかもしれないなっていうのを表しています。ただお相手が一生懸命この中でももがき、自分の中で成功をつかみよう、成功っていうのはつまりあなたとの復縁を望んで、ここにスターも出てますよね。望みがあるんです。復縁したいっていう希望があって、その希望のためにロマンチックなことを思い描き、自分で背負うものを背負いながら、不安な気持ちもありながら、それでもあなたに近寄ったり近寄ってみなかったりとか、行ったり来たりっていうのをちょっと曖昧な感じというか、もうどっちなのっていう風な、そんなね態度を取ってくるんですね。好きなの、それともそうじゃないの、どっちなのみたいな、そんな雰囲気を醸し出してくるんです。精一杯のアピールだと思うんですが、それがやがて実を結んでいく、何度かそれが訪れそうな2ヶ月目なんですね。小さな出来事がポツポツと現れるか、それとも大きくドカンとくるか、どっちかなんでしょうけど、結局はお相手のその沈んだ気持ちも明るい気持ちも全てあなたが受け止める心の器があるから、ここがお互いの幸せへとつながっていくんじゃないかなと思いました。カップの9は願望成就のカード、そしてクローバーのカードっていうのは日々の幸せだったり、小さな幸せがどんどん拡大していくっていうのを表してるんですね。日々お互いが連絡取り合っていること、顔を合わせること、連絡取り合えるようになったこと、近づけるようになったことに感謝する気持ちが生まれてくる。お互いの間でお相手もあなたに触れ合える日々をすごく愛おしいって思ってるし、自分の願望がここで達成されたっていうふうに言われてるので、動いてよかったなって、復縁っていう可能性がこの2ヶ月目可能性として全然あるんですよね。 50% ってお伝えしたんですが、結局のところここで叶う可能性の方が高いです。ただしここで叶わなかったとしても諦めないでください。まだここね、ちょっとそのお相手の状態次第では何ともまだはっきりとは言えないので、ただし1ヶ月目よりも着実に2人の距離は縮まっています。クローバーっていうのは毎日のことを表しているので、前よりも連絡頻度が上がるとか、顔を合わせることができたとか、そういうことが言われています。嬉しいことがあると思います。では3ヶ月目見ていきましょう。3ヶ月目はお相手のところで考えているところに子供、新しい始まり、そして動きとしては道、決断ですね。分岐点です。そしてこちらに無知、放棄のカードが入っています。気合を入れるという感じでしょうか。あとここにソードの5番も入ってるので、やはり周りとの争い、葛藤とかごたつきっていうのが少し長引きそうっていうのは出てます。ただお相手の中で考えていることっていうのはこのカップの3番なので、あなたと引き続きデートのお誘いを申し込みたいとか、2人っきりじゃなかったとしてもお友達と一緒にチームでみんなでまず集まってお互い話し合いたい、近況を伺いたいとか、顔様子見たいとか、そういうお気持ちでいます。新しい出来事、物事を紡いでいこう、始めていこうっていう気持ちはあります。じゃあ実際どういう行動に移していくのかって言ったら、選択、道ですよね。さあそろそろはっきりしなきゃいけないんじゃないって、どっちつかずではなくて、この2ヶ月目ではっきり決められなかったら3ヶ月目でちゃんと自分の行く先を決めなければ
示していかなければいけないんじゃないかっていうふうに行動に起こします。こう決めましたっていうのを分かりやすく行動に起こしてきて、じゃあそれはどういう行動なのかって言ったら、ペンタクル9なので、今まで自分が今まで頑張ってきたことっていうのがついに達成されるとか、あとあなたのことを大切に思っている、愛しているんですよっていうことを表しているカードなので、あなたに愛を届けると思います。ここでどっちつかずだったこともちゃんとここで決めるよっていうのが言われているんですね。ただ気になるのがやっぱりここの葛藤っていうところで、補足のカード1枚引かせていただきました。チャリオットのカードなんですが、周りとの調和、バランス、あと家庭のことっていうので今回捉えていこうかなと思います。そこに対しての争いとか勝敗とか、そういうことが関わってきますね。そのあなたと復縁する方向に流れていくと思います。周りの人の助言もあって、ウィッシュカードなども入ってるので、多少この苦しさっていうのは抱えながらも、それでもあなたと復縁する方向、あなたを好きだっていう方向へ物事が流れていって、お相手も決めてくると思うんですが、周りとの不和をうまくなじませていくのがちょっとポイント、課題点かなって、ここはね残りそうなんですね。あなたとお相手が復縁した後も、ここ何か勝ち負けが関わってくることや、対人関係の揉め事、もうすでにここで喧嘩しているカードがあったので、お互い喧嘩別れじゃなかったとしたら、やっぱり周りの揉め事があったんじゃないかっていうこと、家庭に関わることなんじゃないかなと思う。または周りとのバランスですね。コントロールがうまく効かないっていうことで、このあたりをどうしていこうかっていうことで断捨離が入るような気がします。人間関係を整理するっていうことで、あなたと復縁するときには周りのごたつきを少し収めていかなければいけない。今以上に、今も十分整理しようっていうふうに考えてるんですけど、まだまだ抱えていて、その一方で復縁の方も進んでいって、この両方をね解決させていかなきゃいけない。復縁も達成するし、このごたつきもちゃんと解決しなきゃいけないっていうような3ヶ月のポイントですねが入ってきます。多分家庭に関わるようなことや、あと強いて言えばお相手側のご自身の幼少期の頃の家庭環境だったりとか、または今現在のご両親のことかもしれませんし、家庭にまつわることなんじゃないかなと思います。いや、全く全然そうではありませんっていう方だとしたら、このチャリオットっていうのはこの未知の世界に向かって進んでいく力、エネルギーっていうのを表しているので、そこに対するバランス感覚や、あとやっぱりここの対人関係の不和などを見ていると、周りとのバランスっていう風に見た方がいいのかなと思います。はい、ということで、もしお二人がこの復縁するしないにあたって争うようなことがあったとするんだったら、ここの答え通り周りの人の力を借りてください。その方々が解決のヒントを握っていますっていうこの答え、アドバイス通りに従ってみてください。ではこちらからラッキーカラーとラッキーナンバーなどもらっていきます。まずラッキーカラーはグレー、灰色、静かな水面のような慎み。ラッキーナンバーは3番です。はい、いいですね。こちらもそのお相手を込みでコミュニティとしての集まりとか、時間を過ごせそうな気がします。特に3のつく日時っていうのがお相手と接近するタイミングなのでチェックしておいてください。そしてあとはこのカードは砂漠を表しています。こちらも詳しく説明していきます。砂漠っていうと足を取られて歩きづらいですよね、地面が。そして少し不安定です。砂なのでしっかりした大地ではないので、足を取られて少しもたつくよっていうことが言われてる。そしてあと力が必要ですよね。歩み続けていくには忍耐力が必要になってきて、ついにこの光のゲートをくぐっていくまで時間はかかるんですが、粘り強く歩んでいけば必ずこの光のゲートをくぐることができるので、時間をかけてしっかりと踏み込んでいきましょうっていうこと。そしてあとはこちらのカードですね。このカードは錬金術師を表しています。今までないもの、ないエネルギーや異なるエネルギーを一つに合体させて新しいエネルギーを生み出していく。一つのエネルギーを生み出し、そのエネルギーを使って周りをコントロールするという錬金術師のカードです。
このカードからメッセージをもらっていきましょう。別れたあの人と復縁に向けて今あなたができることのメッセージです。まずあなたのラッキーカラーは灰色です。この色は控えめで落ち着きがあり、周囲との調和を大切にする力をもたらします。復縁に向けて焦る気持ちがあるかもしれません。ですが穏やかに行動することが大切です。灰色の服や小物を身につけることで心に落ち着きを与え、自分自身と周囲のバランスを整えていきましょう。ラッキーナンバーは3番です。コミュニケーションの重要性をこのカードは示しています。あなたの気持ちを少しずつ周囲の人々に伝えてみてください。例えば共通の友人に相談したり、あの人と直接的ではなくても関わりが持てる形を探るのも良いでしょう。あなたの努力や前向きな姿勢は周りにも伝わっていき、周りから祝福されていくでしょう。応援されます。その思い切った行動によって復縁に向けた道筋が自然と見えてきます。こちら砂漠のメッセージは、今自分自身を見つめ直し、本当の自分を再発見する時期だと伝えています。失ったものを悲しむだけではなく、今の状況を受け入れ、自分の心の奥深くにある答えを探してみましょう。困難に直面した時こそ成長のチャンスが訪れます。勇気を持って一歩ずつ進んでいくことで、新しい視点と強さが得られるでしょう。錬金術師のカードが伝えるのは、あなたが持つ特別な力を信じ、それを分かち合うこと、シェアすることの大切さです。あなたは直感や感性に恵まれており、その力で周囲を癒し導くことができます。恐れずに自分の気持ちを少しずつ表現し、あの人にもその柔らかさや思いやりを感じてもらいましょう。今は心の中の静けさを取り戻し、そして外のこたつきとの調和を両立させる時です。自分のペースで行動していきながら、周りとのつながりを大切にしていくことで、復縁に向けた道が自然と整っていきます。焦らずに自分を信じて進んでください。より良い流れになっていきますように。そしてこちらのお選びいただいたカード、こちらは輝く時がやってきますというメッセージです。もう間もなくあなたにとって輝きを取り戻す時がやってきます。復縁が間近というふうにも読み取れるかなと思います。輝きを取り戻す時なので、もう一度自分の心の輝きを取り戻すかのように落ち着きを取り戻し、焦らずゆっくりと光のゲートに向かって歩まれてください。今回は別れたあの人、今何を思っている？復縁できますか？ということについて見ていきました。3ヶ月以内の答えとしては、周りの人々が助けになってくれますという答えが出ていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。今回は復縁についてリーディングしていきました。別れたあの人、今何を思っている？後悔していることはあるのか？そしてこの3ヶ月以内のお相手の変化、そして復縁できるかどうかっていうことについて、エンジェルアンサーカードではっきりと答えを出していきました。今回は4択占いとなります。ではアフタートークはこちら、ブレッシングカード、チベット構想のオラクルカード、白と赤を使ってそれぞれ1枚ずつ共通メッセージをもらっていこうと思います。そして今カードを切っていきながら、個人鑑定についてのお知らせをさせてください。カード切りながら失礼いたします。個人鑑定を今まで行っておりました。そして申し訳ありません、12月になってから体調を崩しまして、個人鑑定にエネルギーを注ぐ体調ではなかった、万全ではなかったので、しばらくの間体調不良によってお休みをさせていただいておりました。そして再開のめどが立っていたんですが、申し訳ありません、私の資格取得のために試験が行われます。来年になりますので、しばらくの間個人鑑定の受付を休止いたします。皆様にはお楽しみいただいている皆様には、お楽しみにお待ちいただいている皆様には大変申し訳なく思っております。ですが、少し
それでもと思いまして、限定的ではあるんですが、通常の受付から少し幅が狭くなってしまうんですが、受付の人数が狭くなってしまうんですが、少しずつお休みしながら再開し、お休みしながらっていう風に状況に合わせて再開していくんですが、受付の人数が少なくなってしまいますので、それに合わせてすぐ満席になってしまう可能性も時々出てくるかなと思います。予想されます。なのでこまめにLINE ブームのプロフィール欄の一言メッセージに、個人鑑定受付中とか、ただいま休止しておりますとか、一言メッセージが書いてあります。その状況でご覧になっていただくか、または LINE ブームにて都度再開しますとか、再開はいつ頃になりますとか、または休止しますなど、そのようなメッセージを残してありますので、ぜひ追ってご覧になってください。私事ではあるんですが、資格取得のために少し個人鑑定の方を、少しお休みいただくことになりました。でまた再開してもお受けできる人数に限りがございますので、すぐ埋まる可能性もあります。何度も重複してお知らせして申し訳ありませんが、個人鑑定についてのお知らせは以上となります。で通常通りの受付に戻るのはだいたい2月3月ぐらいをめどにしております。それまでの間は少し制限がかかってしまいます。ご了承ください。はい、ではここで共通メッセージをいただいていきます。まずはこちらの方から見ていきましょう。心の目を鍛えましょう。大切なものを見失わないように。そしてあなたの感情はあなた自身が生み出すものです。この2枚からメッセージをもらっていきます。まず、目に見える情報だけが全てではない。心の目を鍛えましょう。どうすればいいのか、五感を研ぎ澄ませることです。一見全く関係ないように感じるかもしれませんが、例えば映画を見たり、物を触れて心地の良いものを触れる、アートを感じるとか、絵画を見るとか、逆に手作業、編み物をしてみるとか、自分で絵を描いてみるとか、美味しいものを食べる、心地の良い音楽を聴く、五感を研ぎ澄ませていくことで心が磨かれていきます。そうすると心の目、直感力っていうのも高まってくるので、そうなると大切なものを見失わなくなっていくようになります。大切なもの、自分の心、指針とか、その時どう感じているのかとか、その考えがうまくまとまるようになってくるので、一見ね遠いかもしれないと思うかもしれないんですが、五感を磨くことを始めてみてください。分かりづらいなっていう方は、お部屋の掃除をして清潔さを保つことっていうのもおすすめです。もう一つ、あなたの感情はあなた自身が生み出すものです。はい、マイナスな感情を生み出していないでしょうか。負の感情、怒りや悲しみ、妬み、憎しみなど様々ありますが、やはりネガティブな感情ってどうしても人間って生まれるんですね。誰でも生まれるものです。なので、そのネガティブな感情って生まれてしまったからには、さあどうするっていうところに目を向けていただきたい。で、それを誰かにぶつけることももちろんできます。放り投げることもできるし、ぶつけることもできるんですが、そうなってしまうとやはり傷つく相手が出てきてしまうんですね。で、私も十分傷つけられましたってそう思う方も多いと思います。特に復縁に関してはお別れっていう悲しみを経験されたので、その悲しみからなかなか抜け出せないんですって、この感情をどうしたらいいんですかって、憎いですっていう風な感情をたまにコメントで寄せられるんですが、やはりね、その感情をいかにコントロールして、相手を傷つける、誰かを傷つけることなく、また自分自身を傷つける行為にも至らずに消化していけるのかって言ったら、やはりこの心の目を鍛えることにつながってくるのかなと思うんですね。怒っている時、憎んでいる時こそ何もしないのもありだし、また開放感があるような場所を訪れたりとか気分転換するのもありだし、時間が経てば憎しみや怒りの感情っていうのはだんだん薄れていきます。そこでじゃあ残ったものは何でしょうっていうことで、心の目でそれを答えを見てみることも必要かなと思うので、攻撃的な発言行動っていうのが
していないかどうかっていうのを今一度見て、もし自分自身そういう時って自分の心の目が濁っている状態なので、自分の状態をクリアに見ることができないんですね。そういう時は親しい友人とか客観的に見ていただける人に相談して、あなた今そういう風に見えてるわよっていう風に教えていただくことも結構重要かなと思います。自分では当たり前だという風に思ってやっていたことが、実は周りから見たらそんなことやってるの、それちょっと危険だよっていう風に言われる時もあるんですね。なので信頼できるお相手、お友達とか、または全く見ず知らずの人でもいいので相談して、どう見えますかっていう風に意見もらうこと、 SNS とかで意見もらうこともアドバイスになると思うので、ぜひ客観的に見てみるっていうことをされてみてください。今回の共通メッセージは以上となります。今回復縁に向けてお二人のご縁がまた再び近づいていけますことお祈りしています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。